皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は中東情勢に深刻な進展があったので、その情報をシェアしていこうと思います。すでに報道でご存知の方も多いと思いますが、2024年4月1日にイスの国軍がシリアにあるイラの国大使館の攻撃を行い、精鋭部隊コッツの上級司令官3人を含む合計7人の犠牲が出たという事件が起きました。これらの攻撃に対してイスの国は認めているといいます。通常からすると攻撃の事実を否定すると思いましたが、認めたところに少々違和感を感じました。また攻撃を受けたシリアからも非難声明が出ており、事態はかなりの緊張状態に入ったと理解するべきだと思います。遠く離れた中東地域の紛争とはいえ、日本のエネルギー問題や食料問題、経済問題にも大きく影響する話になりますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今回の情報を得た時にイラの国はこのまま大人対応できるとは思えないと正直思いましたし、実際にイラの国は厳しい対応を取ると明言していることから、今後はかなり緊張状態になると思います。よりによって大使館への砲撃をしたということは特別の意味を持っていると思います。大使館は国際法上、治外法権が保障された外国の地でありながらその国の土地という特別のエリアです。そこを爆撃して破壊したということはイラの国を攻撃したことと同等だと思います。そしてイラの国の重要人物の犠牲者も出ており、精鋭部隊コッツの司令官もいるということで、国の威信をかけた報復攻撃が予想されます。今回の事件によってレバノ国の新イラの国武装組織のヒズラは、敵が罰と復讐を受けることなくこの犯罪が済まされることはないと報復を表明しています。さらにイラの国やヨルの国、カタの国、サウの国、アラの首長国連邦 UAE などのイスラム諸国のほか、ロの国もこの攻撃を非難しています。ロの国も非難声明を出しているというのは、旧約聖書でも今後の関わり合いを予言している説があるだけに気になるところです。ホワイトハウスは今の時点で何のコメントも出していないとのことですが、雨の国の言うことも聞かない状況になっていることに事態の深刻さが伝わってきます。当然家の国の風部隊も新イラの国派ですから、今後の活動も過激になることでしょうし、心配になるのはホルホル海峡の封鎖ということになります。中東地域というのは日本からはるか遠くにありますが、日本に送られてくる原油や天然ガスの元栓があると思ったら身近に感じるでしょうか。皆さんがお住まいの家にも電気で言えばブレーカー、ガスや水で言えば元栓というものがあると思います。そこが止まれば当然ながら日常生活がままならない状態になります。直近では能登半島地震で被災した地域では、未だに水道が止まっていて不自由な生活を余儀なくされている人たちがいらっしゃいます。自宅の元栓を越えて、もっと根本の部分で水が止まっている状態です。日本という国全体で見たときにそのエネルギーの元栓が中東地域になっているのです。ここが最悪止まるのはもちろんのこと、供給量が激減するというだけで私たちの生活は普通通りにはいかなくなります。特に製造業においては、あらゆる製品の生産ができなくなるだけでなく、作ったとしても製品を出荷することができません。つまり経済活動が停止することになります。お金の面でも大変なことになりますし、食料危機が起きるということにもつながります。私たち日本人にとって中東情勢の複雑さは意味難解でどうしようもないと感じると思います。実際に複雑ですし、理解するにはかなり忍耐が必要なことだと思います。しかし、中東情勢というのは世界中で起きているあらゆる紛争や戦争、疫病の蔓延やら金融ショックなど全てに共通した原因が存在しているので、今後の混沌とした世の中を生き延びるには必要な情報、知識になっていくと思います。1945年8月6日と8月9日に広島と長崎に原爆が投下されました。なぜあのようなむごたらしいことができるのでしょうか。真珠湾攻撃においても、なぜ日本の攻撃があることを雨の国の軍側はハワイの軍関係者に意図的に伝えず、多数の自国民を死に至らしめたのか。ある時までそんなことはデタラメで陰謀論とされてきましたが、アメリカの公文書から事実であることが分かりました。そんなこともあんなことも全て共通した問題というか、野望から起きている悲劇であり事件です。ではその共通した原因を理解する上で重要なことというのが旧約聖書ということになります。前の動画でも言いましたが、私は旧約聖書とはキリスト教に関係する書物だと思っていました。
新約聖書という名称も知っていましたが、旧約聖書との違いすら考えたこともなかったのです。そして今ある程度の年齢になって世の中で起きていることの真相を探っていくと必ず登場するのが旧約聖書でした。旧約聖書は39巻、新約聖書は27巻存在しています。そして旧約聖書を起源としてイスラム教、キリスト教、ユダヤ教が存在しており、それぞれがそれぞれの経典を作って、ある意味都合よく解釈した経典を作っているのが今現在ということになります。イスラム教はコーラン、キリスト教は新約聖書、ユダヤ教はタルムードです。タルムードを基本としたユダヤ教では、ユで始まりやで終わる人以外を獣として扱って良いという価値観を伝えています。なのでガザガザ地区でのパレス人への慈悲なき攻撃は平気に実行していますし、この世から消滅させるなどの暴言が出てくるのです。しかしそのユダヤ教というのは本来の旧約聖書通りの教えに沿っておらず、イエスによって律法学者たちが論破されたことで十字架にかけられるという有名なシーンにつながることになります。ですからキリスト教徒から見れば救世主イエスを裏切ったということでユダヤ教徒を目の敵にすることにつながりましたし、ヨーロッパにおけるユで始まりやで終わる人の悲劇につながっていくという複雑な背景があるのです。2023年10月6日に端を発したパレス人への攻撃を世界的世論を意に介さず攻撃をやないイスの国の意図は何なのでしょうか。それには複雑な歴史的背景があります。その歴史的背景はどこまでも遡る必要があるので、現在のイスの国が建国された1948年5月14日から話しますと、なんとその翌日に後に第一次中東戦争と呼ばれる攻撃が起こり戦争が始まっています。そして現在に至るまでに4度の中東戦争と言われるものを経験しているという時代背景があります。これらからわかることは、周囲をイスラム教徒の国々に囲まれており、常に国家存亡の危機にあったという状況があります。そしてあの有名なイギリスによる三枚舌外交によってイスラム圏の国との確執がさらに高まったということもあります。これは簡単に言えばパレスの土地に関してアラノブ人にもユで始まりやで終わる人にも得になる矛盾した約束をしたことで、紛争をより複雑にしてしまったということがありました。よって常に戦争やテロというものを身近に国家の存亡をかけた状況に置かれていたイスの国は、タルムードにも記載されているやられる前にやれという教えに沿って行動しています。それは浜部隊の中にもそのような教えがあるので、お互い生き残るための熾烈な戦いが日常化していたという経緯があります。このようにかなりはしょって話をしても複雑になってきてしまいます。これらが一般的に言われている氷山の一角とも呼べることなのですが、イスの国の建国に至った経緯などにはやはり世界征服を狙った者たちの策略が見え隠れしています。それは前の動画でも紹介したアルバート・パイクの計画書にもあるように、イルミが世界征服を成し遂げるためのストーリーの存在です。少なくとも私たち日本人には中東問題の原因はただでさえ複雑な上に、ろくでもない輩たちが描いたストーリーに沿って動いていることもあって、今話題になっているユで始まりやで終わるとイスラムの問題の両方を手玉に取っているという可能性すら大いにあるので、どの視点で物を語るかで全くと言っていいほど変わってきてしまうというのが私の感想です。私たちが理解すべきことは、真実を隠され工作活動によって世界の歴史が動いてきたし、それが長い人類史上で起きてきたということだと思います。少し補足すると、ユダプロコルとか塩賢者の書とか言われるものの存在はご存知でしょうか。動画の尺の関係で詳細はお話ししませんが、ユで始まりやで終わるによる陰謀論とも表現されるもので、過去から今まで世界中の話題になったものなのですが、情報を集めてみると大半の意見がこれらは偽物だという論調が強いように感じます。さらに言えばホローストの真偽についてもなかなか興味深いものがあります。ホローストは捏造されたものだという少数意見に対して、ヨーロッパではそんなことを言うと犯罪者扱いするという処置がされてきました。なんだか似たような話で日本も痛い目に遭っていると思いましたが、そんな歴史的事実にイチャモンつけるなということらしいのです。これらについて少数派の意見を調べてみると、南京大殺の話と非常によく似た印象を受けました。話をまとめると、私たちは中東地域とは距離的にはかなり離れたところに住んでいながら、その地域で戦火が大きくなった時には一気に日常生活が失われるという危機にある認識が必要です。いつも言っていることですが、日常というのは一瞬にして非日常に変わります。これは能登半島地震での被災地の様子を見てもわかりますし、中東情勢を見てもわかります。ガザガザ地区やイスの国の一般の人たちはただただ平和を望んで暮らしていたはずです。
それがどんなシナリオが作られているのか、宗教上のどんな教えに沿って行動しているのか分かりませんが、人々の平和が破壊され悲しみに打ちひしがれていることを見ると、ろくでもない輩たちは人間ではないと改めて思います。なので私たちは自分の価値観で考えていては身を守ることは難しいと思います。明らかに状況は緊迫してきていることを理解して、万が一の対策に励んでください。いかがだったでしょうか。中東のいざこざが早く収まることを強烈に期待しますが、残念ながら世界大戦を引き起こしたい連中は確かに存在していて、それは100年以上も前から計画され実行されてきているという事実を認識する必要がありそうです。100年先まで計画するなんて、私たちには到底理解できない時間的感覚です。またそれを代々継承してきていることに背筋が凍る思いがします。幸い日本は海に囲まれ、戦争に巻き込まれたのは他の国に比べたら異常に少ないと思います。日本にはきっと神様がいて、災難から守ってくれているのでしょう。宗教的な争いもありませんし、1000年単位での恨みつらみによる紛争もないと言っていいですよね。ただこれからはそうもいかないかもしれません。ろくでもない輩たちの目論見は、インターネットの普及によって公のものとなりましたし、ずっと騙され続けてきたということに気がつき始めた人が急増しているため、かなり劣勢になってきたのではないかと思います。真実に目が覚めるということは、それだけで意識同士のつながりによって不思議なパワーに変わるという話もあります。きっとろくでもない輩たちの目論見は頓挫するのでしょうが、このまま何事もなく終わるというわけにはいかないと思います。その過程で起きる災難を予想し、生き延びるための対策をしていきましょう。その試練の期間は確か旧約聖書に42ヶ月と出ていたと記憶しています。3年半ですから長いですね。でも意地でも生き延びていきましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。